中。こんにちは。なあやだ。これ本当に私さ好きなんだけど、苦手なの。わかる。ちょっとおせっけなのよね。お願いします。まこちゃんは本当に天然。なんか私とかりくとかとはまた違うものを持っとる。バラエティーとか出た時に、本当に。なんかポロッと出る言葉が本当に面白くて、なんかそれをしかもまこちゃんはなんか真面目に言うからもうそれが面白くて、私だってさまこちゃんのマルゲリータ大好きや。違う、あれさ本当にマヤがさ、ちょっと見せてと本番のさ、5分前ぐらいに言ったやん、スタジオの嬉しそうで、その時にマヤに見せた時に、これ絶対誰も笑ってくれんっていう覚悟で、あれはもうやろうと思っとったよ。たらマヤがめっちゃ爆笑してくれたよ。本当にこんなんで面白いのって思って、いや逆に嬉しかったもんね。あ本当に？正直本番でも笑ったの絶対マヤだけど。そう私だけ一人だけ本当にカッと笑っとったよね。周りめっちゃ結構静かい。もう本当にさもうやばかったよねあの時は。まこちゃんの本当にそのギャグスタイルっていうか笑いのセンスは大好き。いやよかったよ。いやマヤは表情とか、あと声とか、なんか形が面白いのね。なんかそのどういうこと？発する言葉もめっちゃ面白いんやけど、なんか表情でこう真似する感じがめっちゃ好き。もうツボ。いやお互いがねツボなの。そうなんよ。ちょっと違うねやっぱそのちょっと面白い感じがちょっと違うね。でもさなんかダジャレ言うのとか結構好きやんお互い。いやそこは似とるなって思う。なんかさちょっと渋いもんね。なんかわかるわかる。だから唯一拾ってくれるやんまこちゃんが。私がポロって言ったけどとか言ってて、マヤももういいっていつもすぐ一番察知してくれるのはマヤかな。いやお互い面白いからね本当に。いやもう結構好きよ本当に。このまま行ってほしいもん。いやもうこのまま行こう。うちら本当に。いやもうこれでいいと思う。なんでアヒルなんかな。ね数えたらね全部数えたら9個あるね。9体あるの。絶対お母さんとお父さん。絶対お母さんとお父さんやな。ウィジューの方もさマヤがお母さんでまこちゃんがお父さんみたいな結構言われるんよね。でもねでもそんな感じする。なんかなんやろマヤはなんか相談とか乗ったらこう優しくこうさこう包み込むタイプやんか。でなんかうちも話とか聞いたらこう解決しようってなんか考えたりとか案を出してうちはこう押すって感じなんよ。わかる？でもマヤはこうやってこうそうだったのねってこうなんかこんな感じの丸く包んでくれる感じがするなって思った。確かに。どちらかというとなんかいい感じに役割分担してるよね。なんかリオもそうなんやけどなんかそのこれがリオね。リオちっちゃいけどでもなんかまこちゃんがまずなんかポジティブな気持ちを持たせてくれる人で、リオはなんかどちらかというとアドバイスをくれる人で、私は割となんかその共感するタイプ。聞いて共感。なんかでもすごいバランスは取れとるよね。だけどたまにこう3人でリオとうちとマヤとさ話す時になんかいい感じに話まとまなんかなって終わるくない？なんか会話的に。お母さんとかお父さんとかいう立場あるけどこうやって9人でなんかめっちゃいい感じにバランスを取れとるなって思う。誰一人かけたらいかんよね。なんかもうね。でもまあ一応その大船をこうやってね背負わしていただいとるっていうね。引っ張っていこう。お母さんとお父おさん父さんで一致団結して。一致団結して。なるほどね。ちょっと誰これ？ニナよくこけるんですよ。確かにニナよくこけちゃうんで。ニナよしよし。なんか2人だけのエピソードね。その日本の時に宿舎同じでなんかそのリオと宿舎同じ時はリオに相談したりとか多かったけどこうやってまこちゃんになんか直接相談するっていう機会があんまなんかなくてでなんかこうやって宿舎同じになってなんかお風呂上がりとかに急に上がった瞬間にいきなりわしが泣きで覚えてる。そうなんかその家帰ってきてからちょっとずっと一人でおって考えとってお風呂上がりにまこちゃん見た瞬間「まこちゃん」っつって。
なんか最近ちょっとみたいな、なんか悩んどってみたいに言って、なんかまこちゃんを見ると私はなんかすごい、やっぱりなんかお姉さんだから、やっぱなんかってなっちゃう時があるよね。なんかそう弱っとる時とか特に、だからなんか話聞いてもらいたい時とかにすごい言いやすいっていうか、だからなんか宿舎とかにおる時になんかたまに言ったりとか、マジで夜中4時とかまでそのせいでさめっちゃ2人とも寝不足になって。一回マヤがさリュウクとこうフラフープしよったやん、でフラフープしよった時に「まこちゃん」って言ってフラフープしながらさ泣いた時びっくりしたあん時にさ運動してるのか泣いてるのか分からんくて懐かしいやばい本当に可愛かった。あの時は可愛かった。なんか、そうね。私もさなんかやめようかやめんとこかでも涙出てくるしどうしようだし止めるにも止めれんしさなんかいやでもなんかそのマヤが、うちの前でこう素でこう泣いてくる時は、ああマヤもこうなんかためとったんやなってこうなんか、そうねなんかめっちゃうちも嬉しい。こうやって逆にこれ同年代の子がこう泣いてちゃんと話してくれる時がめっちゃ嬉しい。でうちもうちでやばい時はこうやってよみたいな感じで話せるし、なんとなくわかるよね。なんかお互いが今日もしかして何かあったんかなって思った時にちょっとなんか自然とかってリビング行って「で大丈夫?」って言ってそうなんよ。まこちゃんもなんかさ一回あったやん。それでリマと3人で話聞いとって、でも本当にマヤは察知がすごい早い。その人の今これで落ち込んでる、これが今多分あの子こう思ってるやんなとか、その察知がすごい素早いから、なんかうちも気づかんこともめっちゃある。いやそれはすごいと思う本当に。いやでも本当にまこちゃんおらんかったら多分モヤモヤしたままあのままおったから。そうね。いやあれは本当に良かった。いやお互い助けられとるね。こう考えたら本当にそう。もう本当にマジでありがたい。お互い頼りになった瞬間あるよ。めっちゃある。うち頼りになった瞬間はマヤはねコメント力がやっぱ本当に上手なんよね。なんか安心してずっと聞けんのだからもうすごいマヤに任せとけば大丈夫っていうなんかちょっとした安心感があるから、なんかそういう番組だったりとかコメント撮影やった時とかにすごいやっぱうち結構緊張すると言葉詰まるしなまっちゃうしね。そうなまっちゃうし変なことをポロって言ったりするから本当に自分も本当にこう落ち着いて考えながらこう言わないかんけど、やっぱマヤが「私ここ言うよ」ってこう私が「ここは私が言うから大丈夫だよ」とか言ってくれるとめっちゃ安心するよね。なんかそういう面はめっちゃ助かってる。本当に助かってる。でも私は逆になんかその本当にもうグループとしてなんかその例えばステージに立ちますとかそのコンサートの時もそうやけど本当にまこちゃんのありがたみ大きさをすっごい分かってやっぱ大きな舞台とかって緊張したりしてで比較的お姉さんのグループだけどやっぱしっかりしなきゃでももう自分で緊張でいっぱいいっぱいってなってる時にやっぱまこちゃんはなんかやっぱ堂々としとるというか肝が据わっとるなって思ってだからなんかそこでいつもまこちゃんが「よし今日も頑張ろう」って言ってくれる本当にその一言がもうどれだけ多分9人に8人に響いとるかっていうのは本当に多分自分も分からんうちに多分みんながすごいその言葉に助けられとるしその言葉になんか勇気もらえるしその言葉で本当に元気になるよ。多分自分では気づいてないと思うけど自分のその存在がすごい大きいってことをいや本当に気づいてほしいと思う。でもなかなかそんなこと普段言えんやん。だからちょっとこれは言いたいなと思って昨日の夜から考えてきた。でもありがとう。めっちゃ嬉しい。でもね知っとるうちそうやってさこう毎回こうエンジン組む時一言発するやん。もうめっちゃドキドキしてんねん自分本当に。でさたまにさこうもういい感じでこうまとめないかんっていう時にたまにこうエンジンの時も噛むやん。でなんかちょっと詰まるやん。それがいいの。いやもうそれがいいの。もう何やってんのって思うぐらいでも毎回頑張るよとかなんか頭の中で考えながら今日は何々やけんファイターとか言うけどもうめっちゃ心の中緊張でそこでかまんで言えたらよし今日は言えたって思いながらいつもエンジン組みよる。でも逆にそうやって噛んでくれたりした方がなんかちょっと場も和むし私は本当にそのリーダーとしてのまことかその
今のまこちゃんの立場にもっともっと自信持ってもらっていいと思うんう。だからもう、うん本当に、うんそんだけ、うん影響力があるんだよっていうのを分かってほしい。もうありがとうございます。実はあやの魅力ポイントは、あれやな、なんか笑った時に、このくしゃってこう目がくしゃこの笑顔がめっちゃいいなってめっちゃ思う。めっちゃ可愛いもん。ね私は、この前気づいたんやけど、ダンスレッスンしてる時に、そのまこちゃんが始まる5秒前にスイッチ変えるって時があって、それを知ってからダンスの動画見た時に、うわーと思って、本当になんか変わっとると思って、それを見た時に、あ、すごいと思って、めっちゃかっこいいってなった。そのニジプロの初めてまこちゃんを見た時の気持ちになった。それを見た時に、そう、うわ、かっこいいってなって、そう。だから皆さんも本当にまこちゃんのダンスの踊る5秒前からちょっと表情にチェックしてみてください。本当に素晴らしいですこの方。いやでも本当にさ、なんかあははとか言ってさ、あははとか言って始まる時もグッとなる、なんかそうやろうね、なんかそれに気づいた時にもう本当に鳥肌立ったもんと思って、すごいな。このことだってこの前言ったもんね。そうつい最近やもんね。それで、この前飛行機乗った時に暇やって動画見とって、あ、そういえばまこちゃんそんなことやっとったなと思って見た時に、本当やと思って。でもうちはもうマヤのその目の視線をなんかこう振りとかこうとかあるやん、なんかこう分かる、なんかこういう時とかのこういう視線の送り方とか、目の目ん玉の移動範囲とか、なんかすごい表現力にびっくりした。この前のマヤが表情作るのうまいっていうのは分かっとったんやけど、なんかそのこの前見た時に鳥肌立ったんよ。すごかった、かっこよかった。あれはいやもっとね、もっとみんなにそのそうなの、もっと知ってほしい。なんかそのまだ見せきれてない部分がたくさんあるので、はい、皆さん見てみてください。なのでちょっと見てください。はい。いやでも本当にね、マヤが追ってくれてよかったなっては本当に思う。いやもうこっからの話もなんかずっともう話しよるけど、やっぱりマヤがおるからこそ、うちもうちらしくこうリーダーとしてこうみんなを引っ張っていけるって感じやし、やっぱもうマヤもまこちゃん全然その負担にならんでいいよっていつも言ってくれるから、なんかやっぱ最初はあ、もうリーダーやんけ、引っ張らないかんっていうのが強かったよ。だからもう本当に自分のやっぱり弱みとかも見せたくてもやっぱ見せたらダメっていうのもあったけど、心の中でね、けどもやっぱマヤも「いやまこちゃんいいんだよ」って「いいんだよ」って、もう全然もうできんやったらうちらがやるからって言ってくれてから本当に楽になったし、もう本当に泣きたい時も泣くし、やっぱもうなんか相談したい時相談して、最初は同級生ぐらいの年が近いけんからこそちょっとやっぱりちょっと弱みは見せれないっていうのもあったけど、もう今全然そんなことないし、普通にもう全然相談しやすいし、そうね、やっぱマヤの存在がもううちにとってもありがたかったよ。本当にありがとうございます。もう本当に。でももっと私はまこちゃんにリーダーとしての自信っていうか、なんかまあプレッシャーじゃない方のね、なんか私は20のリーダーっていうのをもっと胸に張ってもいいと思うし、本当に負担とかも一個も考えずに、なんか相談しやすい人に相談して、リーダーっていう負担をあんま持ちすぎずに、もっとなんか言ってくれたらいいなってすごい思って、めっちゃわかるし、多分年上一番上でしかも下に8人もいて引っ張んなきゃいけないってなったら多分すごいなんか大変やと思うし、私とか、まあ、リオとかリクとかなんかに全然頼ってもいいと思うし、負担を減らしつつもうちょっとそうありのままのまこちゃんでいてくれれば多分メンバーもすごい十分っていうか、お姉さん会議もして、そうね、もう普通に楽しくいきましょうか。そうしよう。そうしましょうか。いやでもよかったよ、ちゃんと話せたし、いや本当にいい性格してるよ今や。本当いやまこちゃんこそ本当にまこちゃんがリーダーでよかったなって今改めてここでまた実感した。いやもう本当にもう楽しかったよ。だから
まあこれからもね、20引っ張ってこそ。そうよね、こんな感じでこう背負ってね、こうみんなをね。たまにねこうやってみんなに背負われたりして、たまに助けてもらってね。うちらは助け合いだからさ。ね、よし。これからも頑張りましょう。チュッチュッ。じゃあまたね。楽しかったよ。また後で。また後で。後で話すんだ。また後で。バイバイ。気をつけて。